はい、皆さんこんにちは。乃木坂新チャンネルでございます。今年はですね、ちょっといろいろと永井さんと話して、そのご家庭でも作っていただけるお料理、それをそのレシピ動画をアップしていきたいなという話になりましたので、早速、作っていきたいと思います。で、本日の、お料理はですね、サバの味噌煮です。ね。もう皆さんも必ず聞いたことある、それこそ食べたことあるお料理だと思います。でもなんかちょっとした一工夫というか、なんかちょっと違うなとか、やっぱりそういうふうに感じたお客さん、皆さんもいると思うんですけれども、今日の、僕の作り方動画見ていただくと必ず美味しいサバの味噌煮ができますので、ぜひもう食い入るように見ていただいて、はい、一緒に作っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず材料の説明していきます。まずサバですね。はい、スーパーでもこういう風な感じでちょっと腹の骨がついてるような感じで売ってるのはあると思います。片身で。今日のはねちょっと大きいんですけど、はい、まあでもちょっと肉厚で、はい、でもまあやる仕事は一緒なので、はい、なのでこれで、はい、でサバで、それに合わせるお野菜ですね、長ネギ。今日は長ネギを一緒に炊くんではなくて、白髪ネギみたいな針打ちにして細切りにして最後仕上げにのせていこうと思います。で炊く時に一緒にこの生姜、はい、やっぱりその青魚なのでその臭みを取る意味でも生姜一緒に炊いていきたいと思いますね。はい、で、調味料の方なんですけども、お酒とお水、逆じゃお水とお酒これ同割りです。はい、でそれに、お砂糖と濃い口醤油でやっぱりお味噌ねないとダメなので、僕はですね今回はこれ御前味噌って言いまして米味噌です。はい、徳島のお味噌、それに、赤味噌を合わせます。だいたい割合で言ったら2対1ぐらいの割合です。あとはもう皆さんお好みで白味噌使ったりとか赤味噌だけだったりとか、その割を逆にしたりとか、それはもうお好みでしていただいていいと思います。これはもうね、僕のレシピなので、はい、まずは1回これで作っていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。では早速作っていきたいと思います。はい、ではですね、まずはサバを下処理していきます。まずですね、この大きさだと3等分ぐらいですかね、切りまして、ちょっと1本皮が張りますんで包丁も入れます。でそのまま炊くんではなくて、必ず1回霜降りと言いまして熱湯にくぐらして、でちょっと表面の臭み、あと汚れだったりを取りやすいようにします。はい、お魚を煮付けにする時とかはもう必ずその霜降りはしていただきたいなって僕はいつも言ってるんですけども、はい、そんなにね難しいことではないので、はい、ぜひ皆さんも、やってみてください。で斜めに1本入れていくと皮が張って皮がなんですかね、破れないのと、それとやっぱ味が染み込みやすいので、はい、はい、いやそこまで深めは気にしてないです。本当に皮だけ1枚切っていただいても構わないです。はい、でこちら熱湯ですね。でこれで火を入れるんじゃなくて、ちょっと表面をこういうふうにちょっと色変わるぐらいで、これでも OK です。はい、はい、氷水つけた方がいいと思います。熱湯をそのままおか揚げしちゃうと皮がですねずるってむけちゃうんで、一回熱湯氷水に落として締める意味でも、はい、必ずでその氷水の中でこう表面ちょっと洗ってあげる感じですかね。でこういう腹のところとかね、膜とか血がついてるのをここで取ってあげてください。これが全部炊いていく時に臭みになるので、はい、ちょっとねこの一仕事が最後の仕上がりの味にすごい大きに関わってきますので、はい、これはもう面倒くさがらずに必ずやっていただきたいなと思います。はい、そしたらですね、こういうキッチンペーパーの上で
一回水気をしっかり拭き取ってください。ね、これで血が出てくるじゃないですか。はい、これもこの血が臭みになるので、よいしょ、はい、しっかり水気を取って、はい、でサバの下処理はこれで完成です。はい、必ずここまでしてください。はい、では続いてですね、お野菜、切っていきます。まず生姜ですね。生姜はもう皮をこう軽く剥いていただいて、でこれをもうスライスで結構です。でネギはですね、これはよいしょ、上の飾りとして最後に盛るので、細く切っていきます。まず半分ぐらいまで包丁目入れまして、この中の芯を外します。これはね刻んでお味噌汁とかに入れていただいたらいいと思いますんで、今日は使わないです。はい、でこのままで切ったらですね、水に落としておいてください。はい、これはちょっと辛みを取るのですね。はい、さらさなくてもいいんで、水に落とすぐらいでいいんで、はい。では炊いていきましょう。はい。ではですね、今からサバを炊いていきます。まずお鍋に、サバ皮目を上にして入れてください。はい、でそこに先ほど薄く切りました生姜入れていただいて、まずここにお酒とお水を同割り入れていきます。お水、はい、でお酒ですね。やっぱりちょっと足りないなやっぱりサバが大きかったんで、はい、ちょっとですねサバが大きかったのでお水と酒がちょっと少なかったんで足しますね。要はお酒とお水を入れた時にちょうどこうひたひたになる方にぐらいですか、こうギリギリお魚が浸かってるっていうこのぐらいの状態まで入れていただかないと、やっぱり炊く時に火がきれいに入らないんで、はい、かといっていっぱいだと逆にちょっと時間かかりますんで、はい、よくひたひたってよく言うじゃないですか。それってこう皮目にがちょうどお酒と水に浸かってるぐらいの状態、こう触るとちょっと浮いてるなぐらいでもいいです。はい、あとは炊いていって、でちょっとこう落とし蓋をするんですけど、そうすると水が対流して別に使ってなくてもちゃんと炊けますんで、はい、じゃあこれで火をかけて、はい、まず強火で、はい、全開で炊いていきます。でそうするとまず沸く時にその魚のアクとか臭みが出ますんで、それを取ってから炊いていきます。はい、で魚炊く時なんですけども弱火でコトコト炊かなくていいです。
はい、まず最初は強火で、はい、ある程度火を強く炊かないとだら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 炊いていくと結局は中に味が入っていきすぎて身が硬くなるんですね。あれなんか煮物の魚が硬くなるのって弱い火でだら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 炊くんで硬く締まっていくんで、はい、魚の煮付けをする時は必ずもう中火から本当にもうものによっては強火ぐらいで一気に炊き上げるようなイメージで炊いていってください。ではですね、だいぶ沸いてきましたね。そしたらこういう風にアクが出てきますんで、このアクをこの最初に出てくるアクだけ取っていただければいいと思います。でアク取る時だけちょっと火を弱めていただいて、はい、そんなにこうなんていうんですかね、もう神経質にアク取らなくていいんで、アクってね魚から出てくるもんなんでそんなに食べれないものではないんでね、やっぱりどうしてもこう変な臭みとかがあるんでやっぱり取った方がいいと思うんですけど、もう本当に1回取ればそれで僕はいいと思います。なぜかっていうとこのサバ1回も霜降りしてるんで、その時点である程度の汚れとか臭みは取れてるんで、はい、そこまで神経質になるのもいいですね。でアク1回取れましたんで、これでもう1回火をかけていきますね。で、強火に戻しました。で、まずここに、砂糖と濃い口醤油でもう味を入れていきます。はい。味噌だけじゃないです。ベースの味、要は下味みたいなイメージですね。はい。お味噌だけだとやっぱりどうしてもこうなんていうんですかね、辛いというか、そのお味噌の辛みと甘みだけではやっぱりこうバランスが取れないですね。はい。なのでこれでまず1回、濃い口醤油を、大さじ1杯。でもこの醤油と砂糖で味を決めるわけではないんで、この後でお味噌が入るので、はい、なので本当にもう下味程度でしか入れません。でお砂糖ですね。お砂糖大さじ2杯入れます。これお水は、300cc ずつ入ってます。お水 300cc、 お酒 300cc 入ってます。それに対して濃い口醤油が、大さじ1杯、砂糖が大さじ2杯入ってます。はい、でこれで少し、そうですね、5分ぐらいですかね。はい。でちょっとこうやっぱりこういう風にね浮いてるじゃないですか。それをこういう風にキッチンペーパーとかでもいいです。落としていただくとやっぱりこう沸いたお水が対流するので、はい、中火ぐらいですかね。これで、はい、まず炊いていってください。これはでもいいですし、これはクッキングシートですね。はい、クッキングシートとかこういうキッチンペーパーでもいいです。はい。落とし蓋ってなかなか今ご家庭ないかもしれないので、もし落とし蓋があるんだとそれで結構なんで、はい、要はこの落とし蓋って液体が対流するのと、あと要は即席の圧力鍋じゃないんですけど、これで圧かかるんで炊きやすくなるんですね。全体的にその食材に熱が加わるんですね。はい、全然アルミ箔でもいいと思います。はい、要は上に蓋できればいいので、はい、全然アルミ箔でも構わないですよ。なかなかね今落とし蓋木蓋なんてねないっすよね。なんか豚の形のしたなんかシリコンのやつありますよね最近。はい。ですね。だいたい5分ぐらいですね炊いていきました。はい。でじゃあ今からここにお味噌を足していきます。もうそのままねお味噌入れていってもいいんですけど、なんかもうダマになるのが嫌なのでそのまま入れていくと、はい。なのでちょっと丁寧な感じですけど、ボウルにお味噌を入れまして、でそこにこの煮汁ですね。
こういう風にボウルに一旦溶かしておいていただいて、でそれから戻してください。はい。ではこれでお味噌も入りましたので、これで引き続きでは炊いていきます。はい、強火でいいと思います。強火というか中火ぐらいですね。はい、結構こうコト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 なるぐらいは、コト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 、まあそうですね。多分皆さんがイメージしているのよりはちょっと強いかな。あんまりこう強火で炊いちゃうと皆さん崩れるかなって思われがちなんですけど、要は液体が多いと魚が暴れるんで崩れやすい。でやっぱりそのひたひた本当にも使ってるぐらいの液体で上から落とし蓋してるので、要は魚がそんなに無駄に動かないですね。だから崩れづらいですね、火が強くても。はい、ちょっとねだいぶ地が詰まってきたんで、一回ちょっとここで味見ましょうか。あ、美味しいですね。美味しいんですけど、ちょっと甘さ足しいいですかすいません。やっぱり前も言いましたけど、甘さってすごいバランスを取る要素なので、ちょっと大さじ1杯砂糖足します。はい、すいませんね、レシピが決まってなくてすいません、ごめんなさいこれでもう少し、はい、煮汁を詰めていきましょう。はい、結構ねボコボコ結構強火でいきます。でもね、よく皆さんもそうだと思うんですけど、失敗する過程でこう沸いてると煮汁がね減ってるのがね分からなくなる時があって、火を読めたらあれ気がついたら汁がなくて焦げついちゃうっていうこともあると思うんですよ。僕もね何回かそれで失敗したことあるんで、なのでだいぶ地が減ってきたらちょっとねほっとかずにまめにちょっとこう外して煮汁の量を確認してみてください。はい、すごいそれ大事だと思いますんで、やっぱりここまで来るとですね、あとはもう何かって言ったらもう焦げつかさないっていうのが必要なんで、じゃあかといってじゃあ弱火でコトコト炊けばいいかってなるともうねまた話戻りますけど、そうすると身が締まっちゃうので、はい、ここはもう恐れず火を強いまんまで一気に炊き上げてください。はい、これポイントです。だいぶよろしい感じではないんでしょうか。この美味しそうな感じが皆さんに伝わってますでしょうか。はい、自分で作っててうわうまそうって思ってる自分は何なんでしょうかありがとうございます。もういい感じですね。だいぶとろみがついてきたんで、これでもうはい火を止めましょう。よいしょ。いい感じですね。美味しさがね、この美味しさとか香りがね本当映像で伝わればいいんですけどね。はい、では盛り付けていきます。はい、どこが美味しいんですかね。この辺いきましょうか。でですね、この上からかけまして、でですねこれで完成なんですけど、なんかね色がやっぱり茶色で寂しいので、こう青いお野菜、今日は菜の花を添えます。これ今日は菜の花ですけど、もう季節の、お野菜で、ほうれん草だったり小松菜だったり、あと絹さやだったり、あとインゲン豆だったり、塩湯がきして、添えていただくとやっぱりその食感とか色味でアクセントになりますんで、是非つけてください。でこの上に、先ほど刻みましたネギですね。
ネギを上にのせて、はい、完成です。サバの味噌煮です。はい、では、完成しましたので、自ら実食ということで、はい、もう作ったものは自分で味見をすると、はい、もうこれは必ずですね。ではいただきます。見ていただくと分かるんですけど、ね、これ中のまで味は入ってるわけではないですね。やっぱりサバの味もしっかり味わっていただきたいと。で、煮付けで大切なのはその一気に炊き上げて中までは味は入れない。で、表面にその煮汁をちょっとこう粘性のあるところまでやっぱり炊いていくんですね。で、要はそれを周りにまとわしてその周りの粘性のある炊いた地をつけて食べてもらうと。うん。そうすることによって最初表面の味がついてるところが下に当たってその味は感じるんですけど、咀嚼していくとそれがだんだんこうお魚本来の味が味わっていくと、口いっぱいに広がると。やっぱりそうじゃないと、やっぱりその魚の本来のね味っていうのをねやっぱりしっかり味わっていただかないと僕は意味がないと思ってるので、なのでこういうふうに一気に炊き上げていただいた方が煮付けは僕は美味しいと思います。はい、こういう感じでこのタレをしっかりつけて、で今日はネギですね、一緒に、うん、美味しい、うまいです。ネギもね一緒に炊いてもらってもいいんですけど、なんか僕はこういう風に白髪ネギにした方がそのシャキシャキしたネギの食感がアクセントになって僕はいいのかなと思いますので、なので今回は白髪ネギに添えました。はい、こんな感じですね。ありがとうございます。すごい美味しくできました。もうビールのお供でもいいですし、これはもう本当にあれですね、ご飯って感じのお料理になりますんで、はい、ぜひ皆様この動画を見ましてですね、家族の方だったりご自分にためにぜひ作ってみてください。もう見ていただいた通りそんなに手の込んだ難しい仕事ではないと思います。ただやっぱりその最初の、サバを、霜降りして臭みをまず取る。でそれとあとはもう炊いている時の火加減ですね。もう弱火で、コトコトダラダラ炊かずにもう強火で一気に炊き上げるという、はい、それを気をつけてやっていただければと思いますので、はい、ぜひこの動画を見て美味しそうと思いましたらいつもお願いします。いいねのボタンを押していただいて、あと一緒にチャンネル登録もお願いします。はい、ではですね、また引き続きこういうレシピの動画を送らさせていただきたいと思いますので、また別の動画で皆さんお会いできる日を楽しみにしてます。では本日はサバの味噌煮でした。ありがとうございました。